はようございます。たかしです。本日は7月4日木曜日、ただいま9時15分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。学生さんとシングルペアレントさんの応援キャンペーンを実施中です。FX を学びたいけれどサブスク料金がちょっと考えている学生さんやシングルペアレントさんの応援キャンペーンとしてノートメンバーシップを月額980円でご招待します。希望される方は X から DM をお願いします。条件を通過した方には招待 URL をお送りします。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。昨日も強い上昇をしてますね。ここのところずーっと連続陽線、1日だけ陰線を挟んでますが、それ以外はずーっと上昇、しかも最後に来て強く上昇してきてますね。昨日は206円付近を到達して、今そこから調整の下落をするのかっていうところです。ストキャスティックスもずーっと高値圏に張り付いておりますので、調整の下落をいつしてもおかしくない雰囲気ではあるんですが、現状は強く上昇しているので、この上昇トレンドに乗っていきましょうっていうのをいつも言っております。ただし、大きな下落のリスクは考えておく必要がありますので、そこの下落を狙うという意味ではありませんが、上昇トレンドですが、この中で大きく下落する可能性があるんだっていうところは常に頭の片隅に置いておいてください。現在のターゲットは207円付近ですので、もうちょっと上昇余地があるのかなと。ただし、207円というターゲットは一旦のターゲットですので、もちろんそこを上抜けてくる可能性は十分あります。では4時間足です。昨日の4時間足見ているとすごく分かりにくい動きをしているんですね。強いのは分かるんですが、連続陽線、ここのところもずっとそうですが、全然押しを作らずに、ここで一度押し、ここで一度押しを作ってますが、ほぼほぼ押しを作らずにずっと上昇してきております。現在は1時間足の GMMA の青帯に沿って上昇トレンドを作ってますので、4時間足の GMMA との乖離が進んでいるんですね。ですので、今ストキャスティクスも高値圏、マクディも少し弱くなってきたので、もしかすると 204.5 とかこのあたりですね、GMMA の青帯に接触する付近、204円台ぐらいまでは下落してくる可能性はありますので、その辺は考慮しておく必要があります。ただ、昨日の上昇を見ていてもすごく強いんですよね。本日は陰線から始まってますが、昨日、下髭を出しながらもずっと上昇してきておりますので、基本的には今1時間足が上昇トレンド中ですので、そこに沿っておくのがいいと思います。では1時間足です。1時間足を見ていてもわかるように、昨日ずっと上昇なんですよね。今までの動きを見ていると GMMA の青帯に沿って上昇してきておりますので、本日も押しをつければそこからの上昇。つまりこんな感じですね。こういう動き方をイメージしておくといいと思います。もしこのまま押しをつけずに上昇していった場合は、その流れに買い足で乗っていってもいいとは思いますが、そろそろ下落するんじゃないのかなというような雰囲気も見えますので、そこはご注意ください。今まで上昇が続いていたからといって本日も上昇するとは限りませんし、まだターゲットがもうちょっと上にあるので、207円付近まで上げ切ってしまうかもしれませんが、昨日の動きなんかを見ていてもそろそろ下落しそうな雰囲気は感じますので、大きめの下落、例えばこの赤い水平線ですね、205円を割るぐらいのところまでの下落っていうのは視野に入れておいた方がいいと思います。ではドル円の冷やしです。ドル円もずっと上昇はしてきているんですが、昨日大きめに下落をして、そこからちょっと上値が重いですね。ここのところずっと上値は重い雰囲気は感じていたんですけれども、昨日のこのローソク足、そしてその前の日のローソク足なんかを見ていると、本日付近からこのままダラダラと下落しそうな、そんな雰囲気は感じますので、160円台ぐらいまでの下落は視野に入れておくといいと思います。ストキャスティクスはずっと高値圏で張り付いてます。マクディだんだんとこの上昇モメンタムが削られてきてますよね。ということは、そろそろ下落方向に動いてもおかしくないかなとも思いますので、まだ下落するかどうかはわかりませんので、そこは注意なんですけれども、イメージとしては下落方向、そしてそこに押しを作って再上昇みたいな、こういうイメージですね。こんなイメージは持っておくといいと思います。では1時間足です。昨日もそうなんですが、ちょっと上値が重くなってきてますよね。162円というところでだいぶ上値が重そうです。昨日も上昇しそうな雰囲気ではあったんですが、162円手前というのはかなり上値が重くなってきておりましたので、その辺から失速して、そして夜に急落したっていう形ですね。現在は GMMA の青帯に押しをつけてきた、そういう動き方ですね。昨日のこの下落は。ですので、ここから昨日押しをつけたのであれば本日上昇していくのかっていうところですが、
こちらも1時間足インジケーターがちょっと怪しくなってますので、162円を背にここからの下落、例えば本日上昇してくれば昨日の高値での小さくダブルトップみたいな、そんなイメージを持っておいてもいいかもしれません。基本は上昇トレンド中ですが、162円が結構重そうですので、本日もう一度 GMMA の青帯とか161円前半ぐらいまでの下落は考えておいた方がいいかもしれませんね。では1時間足です。1時間足には水平線を引いているんですが、それがすごく綺麗に機能しているのがわかりますね。昨日の動きを見ても、この赤い水平線 160.8 付近が意識されてますし、このあたり 161.3 付近、そして 161.7 付近も意識されてますので、本日もこの水平線を見ながらトレードしていくのがいいのかなと。水平線付近での反発ですね。下がってくればここからの反発、上がってくればここからの反発みたいなところ、そしてこの一番上の水平線 161.8 付近、161.7 付近を明確に上抜けてくれば昨日高値付近まで162円一度タッチしに行くかもしれませんが、タッチしたところでは再び昨日の高値でのダブルトップでの下落がイメージできますので、その辺をイメージしておくとトレードのポイントが分かりやすいと思います。そしていつも言ってますが、水平線にアラートを仕掛けておくとトレードのタイミングも分かりやすいですので、例えば今みたいな中途半端なところで動いている間はトレードをしない、そして水平線に近づけばそこでアラートが発動するようにしておけばいいので、トレーディングビューのアラート機能使いやすいですし、トレーディングビュー自体も無料で使えますので、よければ URL を概要欄に貼っておきますので、無料登録から始めてみてください。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。